こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Google コラボラトリで Python を始める15。アルタイヤーで動的グラフの作成2をお送りします。最初に今回使用するデータの取り込みを行います。前回同様、iris のデータを使用しますので、このプログラムを実行してください。今回、確列の項目を使っていろいろ操作するので、このままであれば空白が項目名の中に混じっているのでエラーとなってきます。そこで、項目名をこのスライドのように変更して使用していきたいと思います。今回は、図グラフを HTML 形式で保存するためのモジュールもインストールします。2行のように pip インストール命令でアルタイヤーアンダーラインセーバーをインストールしてください。それでは取り込んだデータを使用してヒストグラムを作成してみたいと思います。また作成したグラフを保存するために3行のように from アルタイヤーアンダーラインセーバーインポートセーブの命令を最初に実行します。ヒストグラムは基本的に棒グラフですので、6行のようにマークアンダーラインバー関数を使用します。そして10行のように、bin 階級オルト、bin ステップ 0.5 エクステント 3.5、8.5 のように設定します。ステップは階級の幅 0.5 エクステントは表示範囲を示しています。このように設定すると右上のようなヒストグラムを描くことができます。そして描いた図形を保存するには、22行のようにセーブ命令を使って保存します。括弧の中は保存するチャートの名前、次に保存場所をアドレスで設定します。それでは実行結果を次のスライドで見ていきましょう。それではヒストグラムと図の保存についてプログラム実行してみましょう。まずここの図のセーブのところをですね、こちらの方で、実行できないような形で、設定しています。で、これで実行したとき、ですね、こういう形で通常は出力されます。これを、こちらの方ですね、実行できるように、しました。で、これで実行してみます。そうすると、この図が HTML の形で保存されます。で、ここのアドレスに保存されます。で、こちらの方ですね、更新してみましょうか。こういう形でですね、保存されたことがわかります。で、これを、クリックすると、こういう形で HTML 形式で保存されたことがわかります。利用するにはこれをダウンロードして、使ってみてください。複数の項目がデータベースにある場合に、特定の項目を表示する方法について説明します。この機能はトランスフォームアンダーラインフィルターで表示することができます。6行のように条件式としてalt.datum su アンダーラインネーム項目名セトサと書けばセトサのみが表示されます。次に条件で色分けして表示するプログラムについて見ていきましょう。この前半部分については変更ありません。色分けして表示するにはカラー属性を設定していきます。カラー alt.condition と書き、パラメーターとしてプレディケート alt.datum、セパルアンダーラインレンクス5のように条件式を書きます。セパルアンダーラインレンクスが5以上かという条件式です。19行では、この条件文が真である場合に色属性をスチールブルーに設定します。20行では、条件式が偽の場合で、グレーに色付けされます。こちらに表示結果を表します。X 軸の5以上がスチールブルーで、これより小さい場合がグレーになっています。次にスライダーを使用したプログラム例を見ていきましょう。スライダーは、右上の図のグラフの下の部分にあるハンドルを持った横長のバーを操作することによって値を選択することができます。スライダーを設定するには、4行のようにスライダー名オルト、バインディングアンダーラインレンジと書き括弧の中に、最小値、最大値、刻み値、スライダーのラベルを入れていきます。
そしてスコアアンダーラインセレクションとしてオルトドットセレクションと書き括弧の中にタイプシングルフィールズ、これは項目の名前。今回はセパルアンダーラインレンクスを項目とします。次にバインドはの行で設定したスコアアンダーラインスライダーを設定します。最後はイニットで初期値を設定します。27行はスライダーで選ばれた値を参照として色分けするプログラムとなっています。ダイナリーイコールの後のスコアアンダーラインセレクション、セパルアンダーラインレンクスはスライダーで動かされた時に選択する値となります。そしてプログラムの最後で add アンダーラインシークションスコアアンダーラインセレクションでスライダーを追加します。それでは実行結果を見ていきましょう。それではスライダーを使った例を見ていきましょう。こちらがスライダーになります。で、これ実行すると初期値が今0になってますけども、これをこうして動かすとですね、こういう形で、この5以下がこう灰色になって、こちらがブルーになるというような形ですね。こういうような形で動的にグラフを変えることができます。こちらはドロップダウンリストの使用方法になります。プログラムの最初に8行のようにサブジェクトアンダーラインドロップダウンオルトバインディングアンダーラインセレクションとしてリストに表示する文字列を設定します。9行目はサブジェクトアンダーラインセレクションオルトセレクションアンダーラインシングルとして括弧内に項目名バインド前の行で設定した名前ラベル名初期値を入れていきます。こちらのコードは変更ありません。プログラムの終わりに39行で add アンダーラインセレクションでドロップダウンリストを追加します。そして40行のトランスフォームアンダーラインフィルターを使用してドロップダウンリストで選ばれた値を使ってフィルターをかけその項目だけを表示するようにします。それでは実行結果を見ていきましょう。それではドロップダウンリストの方を見てみましょう。こちらの方になります。こちらを項目を選ぶごとに、花の種類の分布をですね、こう表示できるようにこうなります。